いや本当にこれは悩むよね。7秒間で21万の火ダメ受けるか受けないかで変わってくるんだね、その境界線って。ウォーロボッツ&タイタンズフランベチャンネル 3.0 へようこそ。いやーね迷っててね。このフェンリルのドローンなんだが、カッチカチしようと言っても、ドローンを防御率に振るか、回復に振ってしまうかだね。埋前のままだと防御率を上げてカッチカチってことになるのだが、ただこのスケール、次回の鉄くず調整で軽減効果、下がるでしょうかなり。すると80スタックでも 12% の軽減に抑えられるからね。まあ防御緩和への耐性もあるとはいえ、スローダウンでスタックだから、それならいっそダメージで積み上がるシャイでもと。ただし、150ポイントまで上げてもだ、60% カット、この程度だしね。まあどうすっかと悩んでいたのだが、おやーそうか、防御率上げるってことと、回復率上げるって、どっちが有利なんだ。そう疑問となり、回復系ドローンとしては最強と思える、ホークアイ、これがどの程度回復するのか確認。結果は1秒で4000、フェンリルで計算すると 7.1% となる。これにメカニックを追加すると 1.41% となる。さらに、グレーダメージの場合は 10% の軽減もあるわけだが、これを防御率の変化に合わせて追加回復率で耐久値が同じとなるパーセンテージはどんだけ。で、マトリクス、さっきの 0.71% のラインを赤で線を引くとこうなる。これは連続したダメージの場合で、グレーダメージの割合は 25% の設定。まあ、打たれ続けることは現実的じゃないので次。7秒間バトルで10秒は回避してるってパターンだと、シャイの 60% 防御率に対しては、7秒で21万のダメージ以下なら回復率が有効だね。いやこれ本当に悩むね。超高火力の敵だと、確実に防御率上げた方が有利ではあるのだが、近接戦でなきゃ確実にホークアイの回復率が有利となりそうだ。さらに回避時間を15秒とした場合では、まあ、これはほぼ変わらない。そして20秒の回避時間では、こうなると150ポイントのシャイが完全に有利となる。まあそうは言ってもグレーダメージだけを考えると、同じ 60% を低減するからね。ここは変わらずか。そうなると、敵のダメージを考えてバトル仕掛ける。まあそうそううまくはいかないだろうし、ならば、近接戦を避けて、距離による減衰がない武器ならば、まあそれなりのバトルができるのかもしれないね。そんなわけで、まずはお試しって感じで、ドローンはホークアイをビルドしまして、パイロットアビリティでは、強固なるオリアーとメカニックを追加しました。スペシャリゼーションには、回復系のモジュール、これで回復率のさらなる積み増しと、防御率にも貢献します。まあ最近は、バトルできない日もあったり、バトルできても、ほんのわずかって状況だからね。下手なバトルがさらにって感じではあるが。まあ、しかし、フェンリルってだけで、かなり、美味しい餌って見られるね。皆さん寄ってたかって集中攻撃のパターンばっかだね。なかなか厳しい状況ではあるのだが、最後のバトルシーンを先にネタバレで話すと、防御率を上げるってことよりも回復率の方が使いやすいと感じた。というのも防御緩和で一気に削られる。そんなシーンできるとなる。まあ、スケールだとそこんとこを考慮し、防御緩和耐性があるのだが、持続は4秒、クールダウン10秒にナーフされるからね。瞬間的なものは耐えられるが、連続したダメージともなると耐えられないし、回避策は前に出過ぎないってスタイルを維持することとなるよね。まあそれならば素早い回復の方が有効だと感じるね。今回の装備武器に不満は感じないが、それでも射程500これくらいあった方がさらにいいのかとも思える。メタなら毒針系かってね。どちらにせよダメージバフがほぼないビルドだからね。やはり350メートルあたりの武器で火力上げていく必要もあるし、この辺りは今後超絶ぶっ飛んだ火力の新型が発売されることもまたあるだろうし、しばらくはスケールでのバトルなんかも試しつつフェンリルビルドを完成させていきます。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。